はい、皆さん、こんにちは。車の大地産格家、シノピーです。今回は、ヘッドライトスチーマーを購入したので、そちらをちょっと紹介しようと思います。息苦しい。これダメだ。何言ってるかわかんない。あー、苦しい。はい、皆さん、こんにちは。車の大地産格家、シノピーです。今回は時代遅れかもしれないんですが、ヘッドライトの黄ばみを除去するヘッドライトスチーマーというものを、ネットで、7500円で購入しました。なのでこちらをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。で、このヘッドライトスチーマーと別に購入したのが、ゴーグルと、あと、マスク。ちょっとすごそうなマスク。これ購入しました。で、購入した理由が、僕もね、ちょっとネットの情報でしかないんだけども、このヘッドライトスチーマーに使う、この液剤が、ジクロロメタンというね、液剤が使われているんじゃないのかなという噂で、このジクロロメタンっていうのは、結構危険な液剤。有機溶剤になるんだけども、発がん性があったり、あとおめまいとか呼吸困難とか目が痛くなったりとか、そういうことになる可能性がある。ここにね書いてないんですよ、何が入っているかどうか。書いてあればいいんだけども、もしそれだったら嫌だなと思って、一応このマスクを購入しました。この中にもねマスク入ってるんだけども、ちょっとね不安で、どういうものかっていうと、ヘッドライトをペーパーで削る、このペーパーもね入ってたんですよ、いっぱい。普通のペーパー、いつもヘッドライトの黄ばみ取りで使ってるようなペーパー、これがねめちゃめちゃ入ってます。セット内容にね。これで削って、で白くなるでしょ、最終的に。その白っぽいのをこの有機溶剤で溶かしてきれいにする。ここの仕組みもね、正直よく分かっていない。このね施工手順にはコーティングって書いてあるんだけども、コーティングじゃないような気がするんだよね。で、この有機溶剤らしきものはこういうスチーマーでね温めて蒸気が出ます。その蒸気を当てて、溶かすのかコーティングなのか、溶かしてるんだと思うんだけども、その蒸気できれいにしていくというもので、この蒸気がねまた危険なんですよ、ジクロロメタンだった場合。なのでちょっとね安全装備で行おうかなと思っております。そしたら施工手順はね、一応紙であるんだけども、印刷もねすごい見にくい。なんとなくはわかるので、とりあえず使ってみますか。はい、そしたら今回はこちらのヘッドライトに使っていこうと思います。で、見てわかるよね、もうこの辺とかもすごい黄ばみくすみがひどい状態です。この辺はまだマシなんだけども、よく見るとだいぶ黄ばんでいます。なのでこれがどこまで綺麗になるのかっていうのをやっていくということになります。そしたらまず耐水ペーパー、これねめちゃめちゃ入ってました。何枚？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、9枚か10枚ぐらい入っています。で、一番下180番からあって、一番上5000番まで、そんな磨かねえよとは思うんですが、説明書には400番あたり、これで言うと360番が一番近いかな。360番あたりから磨いて、理想は1000から2000ぐらいまでやってくださいと。1200の次3000番だからね、飛びすぎでしょとは思うんだけども、600でもいいかなとは思ってます。いきなり360はきついよね。600でいこう。そしたら600番で磨いていくと。で、こういったスポンジも付属されていたので、これにちょっと巻きながらやっていこうと思います。これがこれ用のスポンジなのかよく分かってないんだけども、そこら辺のね説明もね特に記載なし。いいや、やってこう。この辺は過去にもやったことあるのでちゃちゃっといっちゃいます。うわ、すごいね黄ばみ。あんまねいきなりね粗いので磨き始めると、その後傷をね消していくのが大変なので注意してください。で、マスキングはね忘れずに、ボディ傷ついちゃうので。できれば番手ごとに縦横で磨いていった方がいいです。で、僕の場合はこの端の方やっぱ横でずっとやるの大変なので、この辺はもう縦でやっていっちゃいます。うわ、すごい黄ばみックスで、なんだろう、ひび割れみたいのがひどい場合はちょっと粗めでいった方がいいかな。
もう疲れてきた。で端の方だね、こういうところとかはやりにくいのでスポンジを使わずに手でいっちゃっても OK です。この耐水ペーパーなんか強いんだけど持ち良すぎじゃない？で目安は黄ばんだなんか液が出てこなくなるまでかな。ここまでもうざっくりガガッと磨いちゃいます。で角はね削れすぎちゃうので注意してください。いやー長いよこれ。もうだいぶいいんじゃないかな。これで大体の黄ばみは取れましたけど、傷だらけでもう白っぽくなっちゃっているので、番手を上げて細かい紙やすりにして削っていくと。この作業がね結局めんどくさいんですよ。続いて800番、800番があったので800番で削っていきます。手の方が楽かも。いやくっつくな。スポンジ巻くか結局。ダメだね、結構曲面があるのでちょっとスポンジじゃ難しいな、やりづらと言いながらまたスポンジに変えるっていうね。これ広い面はいいんだけど上の方とかはすごいやりづらい。もうねやりたくないですよこの削る作業。もうやだ。縦横もやりづらいしな。最初のうちはね体力もあるしどんどん削れるからいいんですよ。もう後半戦がねもう嫌になってくる。でこの仕上がり、粗い段階でやめると最後の仕上がりに関わってくるみたいなので、ここはねしっかりやっておきます。めんどくさいけど。めっちゃ削った。続きをやっていきますか。次が1200番があったので1200番で磨いていきます。もうね正直ちょっとやりたくないぐらい手は痛いです。疲れた。この動画ね面白いのね絶対ね一番最後のねスチーマーかけるところだけだと思う。ここね超つまんない。もうひたすら磨いていくだけです。なので飛ばします。はい、そしたら2000番まで磨き終わりました。で1200の次いきなり3000って言ってたんだけど2000番入ってました。申し訳ございません。でだいぶクリアになったと思いますけど、これでも今濡れてるからちょっとクリアに見えるだけ。これがね乾いてくるとそうだね、ほら白っぽくなってくるでしょ。もう白っぽいね。これがね乾くともっとすごいんですよ。一回乾かそう。時間短縮のためブロワーを使います。こういった感じですよ。近くで見てもこんだけ曇っていると。でも傷だらけだね。2000まで磨いても傷だらけけどご安心してくださいと。これから使う溶剤なのかコーティング剤でこれがクリアになると。 OK。 そしたらちょっとマスク持ってくるか。はい、準備ができました。ちょっと聞こえにくいよね。いやマスク外したいんだけどこっからマスク必要なんですよ。使い方としてはこれなんか電気ケトルみたいなもので 100V で動くのかな。 12V のねソケットもついていました。で今回ちょっと 100V の電源持ってきたので 100V の電源を使ってやると。これをつなぎますね。でこの蓋を開けてこのちょっと謎の液剤をこの中に注いでいくと。もうマスクだねこれ。ちょっとマスクします。聞こえづらかったらすいません。字幕でお楽しみください。準備完了。そしたらこれを
この中に入れていきます。で、この電気ケトルみたいになってて、まあ、湯沸かしみたいな感じで、これの水蒸気が出てきて、それでこうクリアにしていく感じで、あんま入れすぎると溢れちゃうみたいなので、気をつけてください。半分ぐらいって書いてあったかな。ちょっと奥すぎる。やっべ。うわ、最悪。マジですか。やだ。怖いんだけど。うわ、指切れた。手袋交換。開かない。ペンチ。うわ、何この青いの。最悪。これ入れてきます。よくわかんないので匂いは嗅がない。皆さんも嗅がないでください。うわ、すげえ青い。これぐらいでいっか。で、この青いのは、一応ね、ジクロロメタンっていうのは透明なんですよ。けどこれ青いじゃん。ちょっとよくわかりません。で、この後のね、蒸気がちょっと危険なので、蓋を閉めて、この電源を入れます。で、もう動いてるのかどうか。ここ青く光ってますね。ちょっとわかんないかも。で、ちょっと待ちます。そうすると、ブクブク、沸騰してきて、ここから水蒸気が出てくる。この蒸気をヘッドライトに当てると。なので、蒸気が出るまで、ちょっと待ちます。はい。もう少しなんですが、先端からね、もやもや出てきたんだよな。わかる？もやもやもやって、この先端の付近。もうちょっとだと思います。いや、なんならもういけんのかな？あったかい。もうね、いけそうなので、やってっちゃいます。で、磨き終わったら脱脂はしておいてください。シリコンオフとか、そういうので。で、これなんか先っぽなんかもうもやもや出てるので、これを当てていく。熱い熱い。この下の方もちょっと熱いんだ。で、斜めにすると倒れちゃうので気をつけてください。すごいすごい。わかる？ちょっとゆっくりだな。まだ早かったな。風抜きとかもあんのかな。けどちょっと室内でやりたくないもんね。すごいすごい。綺麗になってる、綺麗になってる。一気にいった。角度だ。すごいな。はい。下から行った方がいいな。すごいすごい。すごい綺麗になってる。すげえすげえ。一気に行く。今風ないからか。風ないと早いわ。すげえすげえ。これはすげえわ。なんか先っぽついちゃったな、ここ。ちょっと振った方がいいかも。危ないけど。危ね。やべえ、ついた。ちょっとね、危険だけど、この水蒸気を出すのに、ちょっとね、振ってあげた方が早いよ。こうやって。これちょっとほんと危険だね。何かわかんないから。早い。すごいな。すげえな。ねえ。もういっか。オッケー、終わり。
はい、一応施工の方終わりましたと。結果から言うとめちゃめちゃ綺麗になってる。びっくりした。ほんと新品と同じぐらい。いや本当に綺麗になった。いやすげえ。これ今成功した方ね、このまま反対側ちょっと行きます。これが未成功の方。この辺くすんでるの分かるかな。これ向こう側もなってました。この辺もねちょっともやっとなって黄色っぽい、黄色っぽい。これがこうなると。いやすごいわ。すごいけど怖い。何かよく分かんないから怖い。これはこれで満足だな。 OK 終わり。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はヘッドライトスチーマーを使ってヘッドライトの黄ばみを除去して、クリアにしてみました。で、実際に使ってみた感想は、すごい。びっくりした。ここまでね、すごいとは思わなかった。なんだろう、クリアがうまく吹けない、綺麗に吹く自信がないっていう方にはいいのかなとは思うんだけども、やっぱりね、ちょっと怖い。今回はゴーグルとマスク、ここまで用意してやったんだけども、これはもう大げさな話じゃなくて、要は何を使ってるか分かんない薬品っていうのは、とても怖いと。これが薬品っていうものなんですよ。だから液剤、僕は動画内でジクロロメタンじゃないかっていう話をしてるんだけども、そうじゃない可能性もあるけど、あれ自体には記載されてないってなると、どうすればいいんだと。あれを捨てますってなった時に、そこら辺に捨てられるような代物じゃないと思うんだよね、本当に。で、説明書には一応ね、有機溶剤って書いてあったのかな。危険情報みたいなの書いてあって、そうだね、有機溶剤なので、保護マスク、保護手袋、保護メガネをしてやってくださいと。セット内容には普通の風邪とかの時に使うマスクしかなかったんだけども、これぐらいやる必要はある。だから洗車用品、僕が口酸っぱく言うのは、成分表がしっかり記載されてるものを買いましょうと。だからもうお願いだからね、成分をね記載してもらいたい。じゃないとその法に触れるところも出てくると思うし。で、一応販売元に電話でちょっと確認してみました、実際のところね。そうしたらそこら辺に捨てていいですかって言ったら、いやちょっと待ってください、それはダメですと。水道とかに流さないでくださいと。で、最初はその揮発させて捨ててくださいと。っていうことは何が入ってるんですかっていう話になったら、ちょっと分かりませんっていうね。今ちょっとね回答待ちにはなっちゃってるんだけども、分かり次第ねちょっとご報告させていただくという感じで、なので溶剤系、傷を落とすとか、そういうのに使う溶剤とかもそうなんだけども、少しはちょっと疑ってかかった方がいいかな。特にネットで買われるもの、量販店にあるものはある程度ね、信用してもいいと思うんだけども、そこでも成分表をね一応確認してみるっていうのは重要になってくるかな。何かあった時、例えば手についたやけどしたとか、体調が悪くなったってなった時に、なんでですか、それ答えられないんだよね。それが一番の問題点になってくるかなと思います。とりあえずちょっと 2,3 日で回答があるみたいなので、少々お待ちください。はい、あれからねちょっと1週間経過して成分表を送ってくれるっていうことだったんだけども、やっと送られてきました。でパッと見はね、全部英語で書かれてるからちょっとね正直よく分かりません。で、一応翻訳とかもいろいろかけたんだけども、僕の言っていた、ジクロロメタンじゃないのかっていうところ、何が使われてるっていう、詳しいところがわからない。細かくね、なんちゃらナトリウムが使われてますっていうのは記載されてるんだけども、ちょっとそれ以上のことがちょっと僕では判断することができなかったと。けど記載されてるのはやっぱりね有害ですよと。何が有害かっていうと、例えば皮膚に触れた場合は皮膚刺激を引き起こしますだったり、あと蒸気またはミストは目だったり、あと粘膜、鼻とかだね、あと喉を刺激する、吸い込んだり飲み込んだりすると有害ですよっていうことは、しっかり記載されています。なので今回みたいにしっかりマスクだったりねちゃんとして、その取り扱いには十分注意してもらいたいなと思っております。ヘッドライト自体はすごく綺麗になりました。でどういう原理で綺麗にしてるのか、耐久ね結構長期で書いてあったんだけども、3年か5年だったんだよね。それはどうなんだろう。あの上からクリアとか吹いた方がいいのか、ちょっとそこら辺はねまだ施工したばっかなので何とも言えないところ。とりあえず使う時は注意してくださいという形になります。
はい、とりあえずこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。